撮影を終えて帰ってまいりました。うちに今日朝からあいにくの雨でして、ずっと結構強めの雨が降っていて夜まで止まないっていうことなんですけど、なんかどんよりしつつもでも和気あいあいとみんなで一緒に撮影ができてすごい楽しかったなと思ってて、久しぶりに会えたスタッフの方もいて嬉しかったし、最終的に作品もいい作品ができたんじゃないかなと感じていて、とてもいい撮影でした。で、撮影現場のメイクルームでヘアメイクさんたちと一緒に最近おすすめのコスメあるみたいな話をして結構盛り上がって、それがすごい楽しくて、そういえば最近 YouTube でそういう話してないかもと思って帰ったらやろうと思って、今目の前に最近のおすすめを集めたので皆さんに紹介していきたいと思います。まずはこちら、めっちゃ人気なので知ってる人も多いかもしれませんが、トーンのブースターセラム導入剤で、他のスキンケアを塗る前にこれを1個仕込んであげるととってもいいよっていうやつでめちゃくちゃ人気なんですけど、私爪がすっごい乾燥してて、こう表面のテクスチャーとかも気になってて、でネイリストの友達に一回写真撮ってこれ直したいんだけどなんかアドバイスあるっていう風に聞いたら、ただハンドクリームを塗るんじゃなくって、その前に一回導入剤を塗ってあげてからクリーム塗ると全然違うよって教えてもらったんですよ。でそれをやり始めたら爪が全然違う。本当にすごい。だんだんこうテクスチャーも気にならなくなってきたし、表面もスベスベツルツルになってきて、でこうちょっと弱い感じがあったんですけど、それも良くなってきたし、すごい大満足です。であとかかとをクリーム塗るじゃないですか、ケアするのに。その前に一回仕込んであげると全然違う。今までなんかあんまり入ってない気がするんだけどなみたいなのがあったんですけど、これを塗ってからクリームしてあげるともうふっくらの仕上がりが全然違って、なので肘、膝、かかと、爪、手も乾燥が気になる方いっぱいいると思うんですけど、これ一回入れてあげるとすごく良かったです。その流れでこちら、イソップのハンドクリームです。この新しいやつなんですけど、このパープルもねすごい可愛いと思うんだけど、ハンドクリームの中で一番これが軽いテクスチャーで結構みずみずしくてスベスベした感じで肌なじみもいいんですけど、でも一番保湿するタイプということで、実はシドニーに行った時にセンのお母様にいつもお世話になるので、こうちょっとお気持ちでギフトをお渡ししてるんですけど、センのお母様がイソップのファンということで、イソップのお店に行った時にいろいろ試していて、この香りの良さに衝撃を受けまして買いました。すごくいい、なんか心が癒される香り、ちょっと冬っぽい秋っぽい感じの香りなんですけど、こう夜家でじゃあもうそろそろ寝ようかしらっていう時にこの導入剤を一回塗り、このハンドクリームで蓋をし、なんかこう寝る時にこの香りがふわっと香ってすっごい幸せな気持ちになれるんです。いい香りのハンドクリーム探してるっていう方、とてもおすすめでございます。で次がこちらです。この金ピカのすごい光ってるんだけど、これがフェイスマスク、クリームマスクです。これ顔に塗ってしばらく置いて洗い流すタイプなんですけど、アンティポディースのマスクで、このパッケージと同じ色のクリームでございます。金ピカだから顔に塗るともうすごい景気がいい感じの金ピカっていう感じになるんですけど、実は AHA が入っていて、ちょっと剥がす系の古い角質とかを取ってくれながらでも保湿してくれるっていうとてもいいマスクで、私これ2本目なんですけど、顔のトーンアップもしてくれるし保湿もしてくれるし、ちょっとこう肌のクオリティを一段階グッと上げてくれるような感覚があるマスクで、とても好きでございます。クリームタイプのマスク私すごく好きなんですけど、シートマスクよりもさ、こう塗って剥がれたりとかしないし、なんかすごい私は楽しくて好きなんですけど、これちょっといいフェイスマスク探してるっていう方にはおすすめでございます。だらつきとか毛穴とか気になる人、くすみとかすごくいいと思います。次がこちらです。もうおなじみだね。これはファンの方も多いと思うんですけど、久しぶりに使って本当に感動しました。ニキビパッチでございます。最近は可愛いやつ増えたじゃないですか。星柄のやつとか、あとお花の形してるものとか、そのニキビパッチもアクセサリーみたいにして楽しんじゃおうっていう流れが今あると思うんですけど、ちょうど星のニキビパッチがなくなっちゃって、これがあったから久しぶりに使ったんですけど、
すごいいい。一晩でニキビが消えてなくなって本当に感動しました。出すとこんな風になっておりまして、でこれをさらに出すとね、こういう風になってるんですけど、おなじみかなと思うんですけど、こうサイズが違うのがいっぱいあって、この大きいのと真ん中のと、あとはちっちゃいのがあるんですけど、ニキビもねサイズ違いがあるので、こんなに大きくなくてもいいんだよなとか、もうちょっと大きい方がいいなとかってあると思うんですよ。でそういう時にやはりさすがだなっていう、昔からあるだけあって進化し続けていて、このサイズも変わるし、あと効果も抜群だし、次の日にねこの色あるじゃないですか。この色からこの真ん中のところにニキビのその中身を多分吸い取ってくれた跡みたいなのがあって、もうニキビの凹凸もゼロ、もうピンってなってて、本当助かる、ありがとうございますと思って、撮影の前だったのでめちゃくちゃ久しぶりに使って感動しました。次がコスメの話してたんですけど、でもこれすごいいいから一回おすすめさせてっていうことで、歯磨き粉ですこれデイビッツっていうところの歯磨き粉なんですけど、すごい前にさハワイでこの歯磨き粉をスーパーで買ってたと思うんですけど、パッケージがねちょっと愛用感がすごくて見づらいかもしれないけど、パッケージがすごいシンプルで可愛くて、量も多いから使い勝手もいいなと思っていて、で口の中の爽快感がすごいいいんですよ。なんか他の歯磨き粉と比べて私はこの爽快感がとても好きで、もう結構これぐらい使ってるんですけど、線もすごく気に入ってる歯磨き粉で、ちょっとまたリピートしたいなと思っております。でこれがご覧の通りプラじゃなくてアルミのタイプなので、こうちょっと機械を使ってこういう風にしてるんですけど、この機械もめちゃくちゃおすすめで、こちら急にすごいギア出てきたんですけど、結構アナログな機械ではあるんですけど、ここにね、ちょっと今もう一絞りぐらいいけるかな、ここに挟んでこれをこうくるくる、見えるかな、巻いてこういう風に巻いて いくんですけど、でこれでここがぺったんこになるっていう、TikTok で見て欲しいと思って買っちゃったんですけど、前にメイクさんが結構使ってる方が多かったんですよ。それこそ10代の時の撮影現場とかでこうやって綺麗になってるのを見て、すごい気持ちいいな、素敵だなって思ってたのを、その TikTok を見て思い出して、私も買おうと思ってすぐポチッとなしてゲットしました。この歯磨き粉は今これぐらい使ってるのでこういう感じでできるんですけど、さっき紹介したこのハンドクリームもアルミのタイプだし、こっちのマスクもこのアルミのタイプなので、これからこれを使ってみっちり使い切れるっていう、すごい気持ちいいんですよこれ本当に。これもねめちゃおすすめです。こんな感じで最近のお気に入りいきなり紹介してみました。ちょっとメイクルームでの会話が楽しかったから、みんなともそういう話がしたいなと思って、で他にもこんなの見たいとか、このおすすめあるみたいなのとかあったら、ぜひコメント欄でリクエストをください。またゆくゆくビデオで紹介できたらなと思います。今日はこの後久しぶりに銭湯ディナーデートに行くんですけれども、もうプロの方にヘアメイクもしてもらって、このまま全然いける感じなんですけど、でもちょっと時間あるし寒かったから温まりたいなということで、大好きなお風呂入りたいと思います。
撮影終わって帰ってきました。今日も撮影だったんですけど、今日朝雪が降ったよ。びっくり。もう3月なのに雪が降って、まだまだ全然寒いなと思って、この間あったかくて上着いらないななんて思ってたのが嘘のような天気で、今すっごい晴れてるんですけど、でもめっちゃ寒い。今日朝着替える時にヒョウ柄のパンツ見つけて、これ履きたいと思って履いたんだけど、今日にはちょっと薄すぎるパンツだったかもしれない。ちょっと早まりました。上着これ着てったけど結構寒かったです。お風呂すぐ入ろうかなって感じなんですけど、今日はこの後はもう家で作業っていう感じで、セーフスペースのシーズン2がもうすぐスタートするので、もうこのビデオが出る頃にはもうスタートしてるのかな。なので今絶賛こう大詰めで収録したり編集したり、あとはソーシャルメディアのコンテンツなんかも作ってたりするんですけど、番組の公式のインスタグラムがあって、そっちでもっとシーズン2はいろいろ発信したいなと思ってて、シーズン1は結構ね、その切り抜きとか、あとは告知とかばっかりだったんですけど、もっとそのメンタルヘルスだったりとかセルフケアだったりとかのことをソーシャルメディア上でいろいろみんなと会話重ねたりとかしたいなっていうふうに思ってて、シーズン2からはいろいろ発信していこうと思ってるので、皆さんぜひよかったらセイスペースのインスタグラムのアカウントもフォローしてください。それにしても春が来ません天気は良くてさ、あったかいなと思うんです。あったかいじゃない、天気は良くてあったかそうだなと思うんですけど、でもすごいびっくり、極寒です本当に。今日コンクリートの床のスタジオで倉庫だったんです。だから結構底冷えでみんな寒そうだった。しかも暖房いっぱいかけてて乾燥して、花粉と暖房とみたいな感じですごい本当にみんな辛そうでした。カメラマンさんは今年の花粉が本当にやばすぎるって言ってマイティッシュ持ってきて、鼻スプレーとマイティッシュ抱えながら今日はね撮影してて、みんなそうだよね大変だよねと思いながら、私もくしゃみ連発とかしておりました。じゃあちょっとお風呂に入ってしまおうかな。一回体を温めてから作業とかしたいと思います。今日のお風呂は本気アムリターラのバスソルトです。本当にお家のお風呂が温泉みたいになる。すっごい疲れてる時とか、風邪ひきそうだな、ちょっと心配だなっていう時にはこちらを入れて炊き汗出します。今日は朝からいろいろ仕事のことやってるんですけど、衣装がちょうど届きまして、こっちが今度デジタルコンテンツの制作でご一緒するミュウミュウさんの衣装と、あとこっちは今度ファッションショーにお邪魔するエンフォルドさんの衣装でございます。ランチはセンが作ってくれたカレーの残りを食べます。じゃーん、ちょっと見えないかな、あまり傾けると危ない。めっちゃ美味しそう、嬉しい。でダイニングテーブル大荒れで全然スペースないのでこっちで食べます。 iPad で YouTube かなんかを見ながらハッピーランチタイム。嬉しい。午後もいっぱい作業があります。じゃん、私が干し芋好きなのを知っていて、友達が干し芋をたくさん送ってきてくれました。プレゼントに
でこれすっごい美味しそうだなと思ってめっちゃ楽しみなんですけど、これもすごくないですか？絶対美味しいですよね。でこれはもう開けてるやつなので、今日のおやつも干し芋でございます。小さく切ってアスティエのお皿に入れてみました。ちょっとこの小さく切るの一手間なんですけど、でもこっちの方が美味しい気がするの。なんか今まではこういう風に食べてたんですけど、この前友達が来た時にわけわけするように小さく切って出したら、あれなんかこっちの方が美味しいかもってなって、それ以来こういう風に切って干し芋を食べております。今気づいたんだけど、今日の寝癖なんかすごい、どうしたこれ、どうなったのこれ。